私もX でなんかこんなの殺しちまえみたいなような書き込みとかがあったりするわけですよ。特にトランプが DEI 政策はもう撤廃するんだということを言ってるから、あんまりネガティブなことをずっと言ってきてくれてるような人たちの後押しはされてるなっていうのはすごく感じます。もう例えばごくごく一般的だと思われているような人とかですらも誹謗中傷を信じてしまったりとか、そういう状況っていうのは強められていると思います。命の危険を感じる時も正直ありますね。トランスジェンダーを取り巻く環境、本当に年々日々日々厳しくなっていて、本当にトランスジェンダーの方々の人権をもっともっと向上させたいと思って、毎年来てるんですけど、今年も参加しました。ヘイトを言ってるヘイトの人たちが言ってるようなことは一切ないんですよね。トランスジェンダーの人たちは本当にただただ普通に暮らしているだけで、そこが本当にもっともっとしてほしいという思いでいつも活動していて、少しずつ少なくとも私が活動を始めた6年前に比べたら、そのトランスジェンダーという言葉はだいぶ知られるようになって、でプラスその正しい知識とか正しい認知をもっとがまだまだ広がってないなと思うので、そこをどんどん広めていきたいと思ってます。韓国って実際どうですか？韓国の場合もトランスジェンダーに対した差別激しいですよ。特に制度の場合、韓国では性別変更をするためにはまだも手術、外部手術が必要です。それで婚姻中にもトランスジェンダーは性別変更できません。そして同性婚もできません。そのために多くのトランスジェンダーが自分の性別と法的な性別が違いところで生きています。そして学校とか職場とか他の場所で差別と暴力も本当に激しいですよ。特に韓国は保守的なキリスト教団体がヘイトを戦闘している予定です。もともとこういうことのアライアンス、味方につくっていうことには興味があって、少なくとも、海外暮らしているとやっぱ日本やってみてきてこうやって見てみるとだいぶ、ちょっとびっくりするようなギャップとかあって、前から興味はあったので、こういうのやっぱがあるよって言われた時には、これはやっぱ出らんなという思いがありました。やっぱこういうふうに特に当事者でなくても味方であるよというふうな意思表示として出るっていうのはやっぱ義務感っていう使命感というかやっぱあるので、もう本当に必要だからやっている、一つやるべきことはやっているなという気持ちはあります。歩く怖さみたいなものはなかったですか？ちょっと怖いかもと思ってましたけど、全然みんないるんで、なんとかなってますかな。プライドパレード全国の結構回ってるんですけど、やっぱり特に LGBTQ の中でもトランスジェンダーの問題っていうのはやっぱり一番大きいですし、そこにフィーチャーしたパレードデモっていうのはやっぱり今こそやらなきゃいけないと思って、でトランスジェンダージャパンの人たちにもいつもお世話になってるので、もうここはやっぱり行かなきゃと、大阪からですけど、参加者の一人にならなきゃと思ってきました。やっぱり今おっしゃったように、やっぱその LGBTQ の中でもトランスに向けられるヘイトって年々激しさ増してるんじゃないかなと思うんですけれども、実際そのあたりに関して実生活の中でとか、パレード歩いててとか感じることってあったりしますか？そうですね。私が感じるっていうのは難しいですけれど、やっぱり根底にはそもそもの男女の差別、女性差別が投影されてしまうのがトランス女性の人たちの本当の辛さだと思うので、やっぱりそこはもう全体も見ながら、トランスの問題でありつつ社会全体の問題でありつつ、もうジェンダー全体の問題でありつつって見ながら、私は少しでも理解広げるために自分のできることをやろうと思ってやってます。最後もう一個だけいいですか？やはりご自分が当事者じゃないところでの自分そこに関心を持ったというか、そこに目を向けたというか、それって何かきっかけがあったりしたんですか？私はやっぱり差別っていう問題はどうしても被害者の方に注目が集まりますし、被害者のことを当事者って呼び方しますけど、差別の問題はむしろ加害者の問題だと思っているので、そういう意味では私たちマジョリティの方こそが本当の当事者、問題の当事者だと思っているので、だからこそ私
が自分の問題だとしてやっぱり自分が動かなければっていうことのつもりで、はい、私はここに来てます。やっぱり当事者やからなんかちょっとみんなで頑張ってよくしていけたらいいと思ってなんかはい。やっぱりこう、皆さんおっしゃるように結構この昨今トランスに向けられるそのヘイトというか、はい、年々すごくこう激しさ増してるのかなと思っていて、はい、なんかそこをこうご自分当事者として感じることっていうのは何かあったりしますか？そうですね、やっぱりネットとかですごいああいう X とかで見てるとたくさんなんかいっぱい書いてあるんで、それはすごい感じてます。なんかやっぱりそういった中で今日歩くここに街に来る怖さというか恐怖みたいなものはなかったですか？ちょっとなんかいろいろヘイトの人とかいるかもしれんとか聞いてたんで、ちょっと怖かったんですけど、ちょっと頑張って来てみました。今日実際まだ途中ですけれども、こう参加してみて、今歩いてみてどういう気分ですか？でもみんなすごい仲間がいっぱいいてすごい楽しいです。自分はこのパレード自体は本当に昨日まで知らなかったんですけど、昨日たまたまプライドハウス東京の方に、行ってまして、でそこでこのイベント開催するっていう、お知らせというかチラシみたいなものを拝見して、じゃあ、時間あるし行ってみたいなということで今日参加させていただきました。もちろんトランスジェンダーの方々もそうだし、なんか他のいろいろな、集団というかこういうヘイトスピーチって年々問題になってますし、その中でこういったのを持たせていただいてるっていうのはなんか意味あるなっていうか、たまたま偶然こう持たせていただいて本当ありがたいですね。4回目か5回目ぐらいになるんですけど、やっぱりこういろんな妨害なんかも前はあったんですね。なんでその警備が来てほしいって言われて、でそれから出るように来たんですけど、みんなのこう晴れやかな顔すごいなと思ったんですよ。この晴れやかな顔をする以外の日はどうしてんだろうと思って、でその思いが非常に強いです。そのこう嬉しそうな顔をまた今年も見ようと思って、でサポートしようと思って来ています。はい、年々今トランスに向けられてヘイト的なものっていうのが、すごく増してるんじゃないかと思うんですけれども。そうですね、とても一般化してると思うんですよ。前はねそんなでもなかったと思うんですけど、特にその女性の権利を主張するとかですね、女性はもちろん安全でねなんなきゃいけないんですけど、それをそのマイノリティ、さらにマイノリティに向ける、女性が本当にマイノリティで苦労したことは分かるんですけど、それをさらにもう本当に少ないトランスジェンダーに向けるっていうのがですね、トイレのこととかお風呂のこととかですね、それはもう本当に問題だというふうに思っています。女性の安全を守るってことができてないからもあるんですけど、一番もっと弱い人に向けちゃいけないっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。どうも。なんか直接なんかバーンって言われるのはないにしても、なんだろうな、間接的になんかダメージを食らうようなことはやっぱありますね。それやっぱり SNS だったりとかそういうもの。SNS からはそんなに攻撃は受けないんですけど、その自分の知ってる人たちからあんまり配慮のない言葉を受けることはあります。そういった中でやっぱり今日このトランスマーチというものに参加する怖さみたいなのもなかったですか？もうどう思われてもいいので、今日は楽しんでいこうと思いました。マイノリティの人たちが生きづらい社会を少しでもなんか変えられればいいなと思って参加しました。初めて今日は初めてです。今歩き終わりましたけれども、実際初めて歩いてみてどうでしたか？はい、皆さんの意気込みをすごい感じました。自分自身が強く生きなければいけないなと思ってるんで、あまり気にしないようにはしています。はい。いや最高ですね。もう周りの反応も全然最初の頃と違って、やっぱり生きやすい世の中に向かってるんだなっていうのが感じられました。今日で何回目のこれ参加ですか？私はこれ3回目になります。まずその3回目、一番最初の時ってなぜこのパレードに参加しようと思ったきっかけありました？きっかけは、そのトランスジェンダーの友達とかと巡り会えたけど、まだまだ少ないなと思って、いろんな人に知り合いたいと思って参加しました。でもやっぱりすごいなんか周りが目が冷たいっていうか、怖くてちょっと次回はやめようかなって思うようなこともあったんですけど、すごくいろんな人と一緒に歩いたことでまた次回も頑張ろうっていう力になりました。
僕は積極的にやっぱりこういう場所に行くべきだと思います。勇気を出して秘密でもいいので自分からこういう場所に行くことをお勧めします。本当に人のつながりもそうですし、自分のことを好きって言ってくれる人がそうですね、家族以外にもいてくれるようになりました。こういう場面をきっかけになんかこれからもこういうイベントはあってほしいなって本当に心から思います。そうですね、やっぱり私の周りのそのトランスジェンダーの当事者の子たちもやっぱりまだまだね、その自分自身を出せずにいたりとか、やっぱりどこでその自分の居場所があるのか分からなかったりとかする子もいるし、でやっぱりSNS ってすごいね、いろんな情報がある中で、もちろんそのいい情報もたくさん目にすれば悪い情報もたくさんあるので、そういうのを見て、ちょっと心がね病んでしまう子とかは実際います。なのでなんか今日ね、多分なんか顔が出せなくて来れなかった人とかも絶対いるとは思うんですけど、これだけの人がこの実際に現場に来て一緒に歩いてくれて手を振ってくれてっていうのをちょっとでもなんか勇気につながったらなって思います。いや本当こんなに人いっぱい来てくれて、で人もいっぱい歩いてくれて、やっぱりやってよかったなっていうのが、でもあと本当に当日になるまでもう本当にちゃんとできるのかっていうのがもうドキドキで、今はやっとなんかほっとできるかなっていうそんな感じです。今日この多くの方にお話とかインタビューする中で、これは僕自身も感じることなんですけれども、やっぱりこの昨今トランスに向けられるそのヘイトというか、そのものがすごくこう年々というか日に日に強くなってるなっていうのは感じるんですけれども、トマトさんやっぱりご自身それを感じることってやっぱりたくさんありますか？もちろんだからなんだろう、その昔は例えばそのニューハーフとかがテレビにいっぱい出てた時に、その人たちをそんなに嫌う人っていなかったと思うんですよ。それがそのなんだろう、本当にデマが多いですよね。そのお風呂に入ってくるとか、なんか悪いことをするとか、そういうデマがその先行していって、でまるでそのデマが真実かのように語られていって、トランスジェンダー全体が差別されていく。だからすごくなんだろう、日本ってこんなに寛容じゃなかったんだっていうのがすごく感じられるようになって、それは風ちゃんとかも多分選挙のやつの話書いてたと思いますけども、なんかいやこんなに差別きつかったんだっていうのがすごく感じられるようになってきたって思うんですよね。だからそれだけにそれでもなんだろう、あんまり差別化しちゃっていろんな人を排除したら世の中って楽しくないですよ。だからもっと楽しい世の中にしましょうよって意味で私はパレードをやってるっていうところがすごくありますね。こうやっぱりその中でやっぱりトマトさん含め多くの方々がこのなんていうのかな、この開催に向けて矢面に立ってというか、やっぱりそういう社会の中でやっぱりそこに立つっていう怖さみたいなものはなかったですか？もちろんありますよ。私の場合だから例えば何かイベントがあったりすると、この日に畑のトマトがって名前が載ったりするわけじゃないですか。そうすると私がトランスジェンダーだっていうのもバレてるわけですから、本当に嫌がらせに来る可能性も、今日だってさつきちゃん、西原さつきちゃんとかちょっとやっぱり最近の状況を考えると怖いっていう風に、もしなんだろうヘイターがやってきたらどうしようとか、私もX でなんかこんなの殺しちまえみたいなような書き込みとかがあったりするわけですよ。でそういうのでもちろんその書き込みっていうのは大したことないかもしれないけども、でも例えばねマーチに対して車で突っ込んできたらどうしようとか、そういうのあるじゃないですか。だからそういう怖さっていうのはすごくあるし、でもそれから逃げちゃうとどんどんその差別する側のなんていうのかな、思った通りになっちゃう。でそんな世の中嫌なんでっていうのありますよね。僕、戸籍も変えてるんですけど手術もして、でもじゃあ男だと世間に認められて生活できるかっていうとそうでもなくて、やっぱその見た目の差別とかがあって、女性の方ですかとか男子トイレに入った時に言われたりとか、やっぱりこの性別を変えたからといってその社会全体が寛容になるかと全然そんなことはなくて、
自分自身がどういう性別なのかとか、トランスジェンダーだっていうことを言わなければいけないまだまだ社会があるなと思っていて、なんかそれがすごくしんどくなる時があるですね。やはり自分自身も発信をしたりとか生活をしたりとか、あとトランスの友人と話す中で年々トランスジェンダーに向けられるヘイトクライムというか、それが SNS での誹謗中傷だったりとか、あとは公人のいわゆる差別的な言動、ありましたよね。市議がトランスジェンダーは伝染病であるということ、もう悪質なこのデマですけれども、そういうものを流布するとか、今年1月にトランプ政権が始まって公文書から T の文字が消される、そしてその存在をもがないものにされてしまうんじゃないだろうかっていうこの昨今の流れの中で、この社会に共にすでにも暮らしているそのことを忘れてほしくないっていうのは一番ありますし、あとやはり共にトランスの人たちだけに、当事者だけに声を上げさすだけではなくて、共に一人一人がこの社会を変えていく、この社会を作っている当事者の一人として声を上げていく必要があるっていう思いがあって、今回いろんな思いを含めてここに参加させていただきました。インターネット見てると、特に X とか見てるとひどい言葉かける人いっぱいいるんですよ。でもこんだけの人がみんなのこと大事に思ってるっていうのはすごい力になります。本当ありがとうございます。それじゃあいきますよ。はい。せーの。We are here! ありがとうございました。